はい、皆さんこんにちは。今日はレタリングデザインの作り方を紹介していきます。で、前回の放送でプロクリエイトで、おしゃれな文字を作る16本のブラシセットっていうのを紹介したんですけど、もうそれがですね、すっごいいろんな人に買ってもらってて、めっちゃ好評です。ありがとうございます、皆さん。で、今日はこの16本のうちの1本のブラシ使って、こういったデザインを作っていこうと思ってます。で、この16本のブラシ、本当にいろんなデザイン用途で使えるので、これからね、いろいろチュートリアルとか、作っていこうと思っているので、ぜひね、興味ある方は、前回の動画とか戻ってもらっても、いろいろ解説しているので、ぜひ見てみてください。で、今日はこの、デザインの作り方と、あと色の塗り方ですね。ここちょっとグラデーションになってると思うんですけど、こういう色の文字に色をつける方法を紹介していきたいと思います。超簡単なのでね、今日はサクッとマスターしてもらえれば嬉しいです。はい、じゃあ始めます。右上のプラスボタンからスクリーンサイズでキャンバス開いていきます。で、背景ね、今回は黒にしていきたいので、ここから背景色のところ黒にしてもらって、で、上にレイヤー追加して、ここに白色で、ブラシを描いていきます。で、使うブラシはですね、今回初めなんで、1番のスネークを使っていきます。スネークはね、どういうのかっていうと、こういうちょっと粗めの平筆みたいな感じかな。ちょっと透け感もあって、でもちょっとだけウェットな感じ、水っぽい感じもあります。で、しっかり描くと、このインクがね、たくさん出てくるんですけど、弱めてあげたり、ゆっくり描くと、こうやってかなり透けるし、繊維がたくさん出てきます。なので、このね、筆圧、プレッシャーによってかなり表現が変わってくるブラシなので、それをね、楽しんでもらいながら描いてもらえると嬉しいなと思います。今日はこのスネークもう1本しか使わないので、これでどんどん描いていきます。で、描き方のコツなんですけど、勢いよくダイナミックに描くことです。で、あとはこの垂直の線あるじゃないですか、縦の線。この縦の線っていうのを全部同じぐらいの角度に揃えてあげると綺麗に見えます。で、こんな感じでキャンバス全体に勢いよく描いてあげたら、サイズを後から調節してあげるといいと思います。最初からね、この位置でこのぐらいの大きさに描こうと思って描いてもなかなかうまくいかないので、私は全体的にもう先にわーって描いてから、後からこのサイズを微調節するようにしてます。で、次、1個上にレイヤーを追加して、ここに2行目の文字を書いていきます。段ごとにレイヤーを分けて書いていきます。で、ここもそこまでね、文字の大きさとか気にしなくて大丈夫です。ダイナミックに書いて、で、大事なのはさっきも言いましたけど、角度ね。垂直の角度。多分全体的に今10度ぐらいね、角度傾いてると思うんですけど、この全体的な角度っていうのを揃えてあげるのがすごい重要です。で、適当にこんな感じでサイズ調節してあげて、最後もう一個だけ上にレイヤーを追加して、ここにね、最後ラインというかを引いていきます。下線こんな感じの。で、全部かけたら、この3つの、レイヤーをグルーピングしてあげます。好きな順番にね、レイヤーの順番変えてあげて、グルーピングします。で、この状態で選択ツール取って、全体の、大きさですね、を少しだけ小さくしてあげます。この周りのね、黒い余白があるとちょっとかっこよく見えるので、余白大事です。なので、これぐらいの大きさにします。で、この状態でこの後、真ん中のビッグっていうこの文字だけの色を変えていきます。で、その時は上にプラスレイヤーを追加して、ここに色を塗っていきます。で、ちょっとね、グラデーションの作り方を紹介しますね。まず、色をこのスポイトのところから取って、好きな色をバケツで放り投げてください。で、この状態で、次、青とかね、適当に取って、で、ソフトブラシ、ですね。ソフトブラシはデフォルトのブラシであります。ソフトブラシ取って、ちょっと色を重ねていってあげます。2、3色入れてあげるといいかな。
で、こんな感じで色塗れたら、上のですね、調整レイヤーのところに、ぼかしガウスっていうのがあるので、これ選択した状態で、画面タッチしながらスライダーみたいな感じで左右にこうドラッグしてください。そしたらね、こんな感じでぼけるんですよ。ちょっとね。で、いい感じで色がミックスしたら、この色のレイヤーを選択して、マスクオクリップっていうのがあります。このマスクオクリップを選択。そしたら、この色のすぐ下のレイヤー、この場合ビッグって書いてあるレイヤーですね。このレイヤーだけにこのカラー情報っていうのが乗っかるんですよ。で、それがマスクオクリップっていう機能です。もう一回いきますね。カラーのところを選択して、その中からマスクオクリップ。そしたらその下だけに色がかかります。で、このグラデーションのレイヤーを選択した状態で、こうやって移動ツールとかで移動させたりとか、あとね、サイズとかも変形させてあげると、このね、狙った位置にこの色がね、来るように調節することもできます。で、例えば、後からね、色付け加えたい時とかも、ソフトブラシで色取って、こうやってね、上からかぶしてあげても全然大丈夫だし、あとは、調整パネルのところから色相サイド明るさっていうのがあって、で、ここでサイドのスライダー、サイドってサチュエーションのサイドですね。で、ここのスライダーを上に持ってきてあげると、かなりビビッドな色を後からね、変更したりすることもできます。で、ここまでできたらもうほぼ完成なので、最後ね、装飾をちょっと加えて終わります。一番上にレイヤーを追加して、ここに書いていきます。で、ブラシは、デフォルトのスプレーっていうボックスの中にあるフリックっていうのを使います。これですね。フリックです。なんかね、最近このフリックが私すごいお気に入りでよく使ってるんですけど、設定項目の一番左、ストロークの設定のとこに間隔っていう項目があるんですけど、ここでスライダー動かしてあげると、この点々の間隔、一個一個の間っていうのをもっと広めたり狭めたりっていうのができます。で、まあ適当にね、このフリックの設定いじってもらって、こうやってさってなぞるだけですごいこうスプラッシュみたいな感じでパーって水がね、こう飛び散ったような絵ができます。で、フリック使ってこんな感じで水しぶきのね、表現書いてあげたら、このレイヤーのブレンドモードをちょっと変えていきます。レイヤーのこの N っていうところを選択して、この中から、追加っていうのに変えます。追加ね。追加にするとちょっとパキッとした印象になるんですよ。一回見せますね。これが通常。で、追加。わかるかな？わかる？ちょっとね、こうパキッと白が飛んだような感じになります。で、追加にしてあげて、なおかつこのレイヤーをもう一個複製します、上に。で、複製したレイヤーはオーバーレイに変えます。そうするとね、もっとなんていうかな、光が放ったような感じになります。こんな感じね。なんかノーマルで普通にフリックで描くだけよりも、こうやってね、レイヤー重ねてブレンドモード変えてあげた方が、もっとなんていうかな、しっかり絵の具がついたみたいな表現になるので、よりリアルな感じで描けます。なので、このブレンドモードね、他にもいろいろ種類があるので、この掛け合わせとかで全然違う感じになってくるので、いろいろね、試してもらえればいいんじゃないかなと思います。で、最後ですね、ちょっとデジタルアートの強いところをお見せして終わりたいと思います。この色を塗ったレイヤーあるじゃないですか。ここね、選択して、さっきと同じように調整ボタンのところから色相サイド明るさに進みます。で、この一番上のスライダー、色相ですね。色相のところを動かしてあげると、こんな感じでね、もうすっごい色が変わるんですよ。もう見事に全然違う雰囲気になりますよね。こんな感じ。なんでね、ちょっとピンク寄りにしたいなとか赤寄りにしたいなとかっていうのも後からも全然変更可能なので、いろいろバリエーション作って楽しんでみてください。はい、こんな感じかな？今日はこんな感じでいかがでしょうか？はい、もしね、この動画が役に立ったらぜひいいねボタンをよろしくお願いします。で、今日はスネークで描いたんですけど、他のブラシね、どんなのがあるのっていうのは1個前の動画で紹介してるので、よかったらそれも合わせて見てみてください。で、ブラシはね、ダウンロードリンク、概要欄の方に載っけておくので、そこからジャンプしてください。
はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。